んにちは、野菜の日チャンネルです。今日は黒糖を入れた生地にレーズンを散りばめたふんわり柔らかい食パンをご紹介します。黒糖の風味がよく、油脂は入れなくてもふわふわに焼き上がります。最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。それでは作っていきます。まず黒糖に熱湯を加えて溶かしておきます。あらかじめ細かく刻んでおくと早く溶けると思います。レーズンはボウルに入れ、たっぷりの熱湯を加えてふやかしておきます。タッパの中に強力粉、塩、ドライイーストを入れ、黒糖を溶かしたお湯と牛乳を注ぎます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせていきます。今回は混ぜ込みと成形をほぼノーカットでご覧いただきます。周りの生地をよく取りながら、カードで切るようにしながらよく混ぜていきます。イーストがまんべんなく生地に混ざるようにサクサクと切りながら全体をよく混ぜていきます。生地全体が滑らかになったら、容器の中で生地を広げて蓋をして30分休ませます。レーズンはざるにあげて水気を切り、さらにキッチンペーパーなどで水分をよく拭き取っておきます。休ませた生地にレーズンを加えます。レーズンを生地で包むようにしたら、カードで切っては重ね、切っては重ねる作業を20回程度繰り返してください。
レーズンを潰さないように切って重ねていきます。だんだんとレーズンが生地全体に混ざっていきます。生地を広げるとレーズンがどのくらい混ざっているか確認できると思います。よく混ざっていたら生地を容器の中心に寄せて蓋をして温かいところで2倍になるまで発酵させます。今日は室温に置いて40分くらいで2倍になりました。生地が2倍になっていたら強力粉を振った台に取り出します。生地全体を押してガス抜きをします。柔らかい生地なので上下にしっかりと粉をつけて2等分に切り分けます。分量が同じになるようにスケールで測ってください。軽く生地を押してそれぞれ巻くように生地を丸め5分休ませます。休ませた生地を手で押して広げ、綿棒で15センチ ×20 センチの長さに伸ばします。伸ばした生地を三つ折りにして手前からくるくる巻きます。
巻き終わりを下にして油を塗った型に入れます。型ごとシャワーキャップをかぶせて暖かいところで生地が型いっぱいに広がるまで発酵させます。型の縁から生地が1センチ出るくらいまで発酵させてください。今日は室温で1時間かかりました。生地が十分に膨らんだら170度に予熱をしたオーブンで25分焼きます。黒糖のパンはプレーンのパンに比べて焼き色がつきやすいので、いつもより低めの温度で焼いています。焼き上がったらすぐに型にショックを与え、すぐに取り出します。生地はとっても柔らかくてふわふわに焼き上がりました。この生地の弾力が伝わりますか？ふわふわです。30分くらい粗熱をとってもらうと切り分けやすいと思います。最後に作り方のまとめです。黒糖に熱湯を加えて溶かしておく。レーズンに熱湯をかけてふやかしておく。材料を混ぜて30分休ませる。生地にレーズンを加えて混ぜ込む。2倍の大きさになるまで一次発酵。ガス抜きをして2等分に切り分けて丸め、5分休ませる。生地を綿棒で伸ばして三つ折りにしてくるくる巻く。油を塗った型に生地を入れる。型の縁より1センチ以上出るまで二次発酵。170度のオーブンで25分焼く。すぐに型から出して完成です。黒糖とレーズンの組み合わせがどことなく懐かしくてほっとする味です。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。